どうも皆さん、カイトです。不思議な世界に迷い込むアリス・エスケープトをご存知でしょうか。こちらは2023年1月27日に Steam でリリースされ、2023年に Nintendo Switch でもリリースされるゲームになります。早速 Steam 版はエンディングを全て見てクリアしたんですけど、可愛らしいウサダとコトラで冒険するメトロイドバニアでしたね。絵柄からすでにテンション上がってるんですけど、一瞬ラビリビを想像した人も多いんじゃないでしょうか。全く違います。むしろこちらの方が簡単です。アリスの不思議な世界を舞台に変わったモンスターたちをとっちめるめちゃくちゃ広いステージ探索とキャラ同士の掛け合いはかなり面白かったです。今回はアリス・エスケープトというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、本に吸い込まれたウサダとコトラのメトロイドバニアアクションになります。難易度はカジュアル、ノーマル、ハードコアの3パターンで、私はノーマルでプレイしました。難易度によって針の一発ですがなくなるとかあるんですけど、メトロイドバニア好きとしてはブラスフェマス魂を忘れたらあかんなと思い、ノーマルが個人的には推奨。両キャラクターは自由に切り替えが可能で、ウサダちゃんはハンマーでモンスターを張り倒す近接がメインで、攻撃するとモンスターがノックバックするんで追加攻撃がしやすいですね。コトラちゃんはレーザーガンでモンスターを打ち倒す遠隔がメインで、攻撃速度が異常に高くてゴリゴリ削れるんですけど、モンスターがノックバックしません。連続して攻撃を当てていくとヒット数でダメージ量が変わっていくんで、硬い敵の時はなるべくヒット数を継続した方が倒しやすいです。それぞれ使い勝手違うんですけど、基本的にはウサダちゃんを中心にプレイした方が進みやすいかなと。ちなみに回避はダッシュで、進みたい方向にキーを入れての縦横無尽。モンスターは王道のスライムから見たことあるトランプの騎士、絶対にブチギレる花とかいます。能力のバフはスキルボードを解放していくことで使用ができます。ブルークリスタル、グリーンクリスタル、レッドクリスタルの順でレア度があるんですけど、ブルークリスタルはそこら辺に落ちているかけらを集めまくってゲージをマックスで増やせたり、簡単にそこら中に落ちているので拾いましょう。ベンチがセーブポイントかつファストトラベルになるので有効活用してください。ハートがキャラクターの体力ゲージ、これが必殺技ゲージ、これがクリスタルゲージですね。草村さんを追いかけながら脱出の鍵を握るアリスを探しに本の世界を駆け巡っていきます。ざっくりと説明するとこんな感じ。次にストーリーになるんですけど、夏休みの課題を得るために図書館で勉強していたウサダとコトラと古い本を見つけます。2人は本を開けるとアリスを探してという紙を見つけ、何のこっちゃかさっぱりすると急に本が光り出し中に吸い込まれてしまいます。気づくと可愛らしい姿に変えられてしまい、不思議な世界に迷い込みます。2人は無事にアリスを見つけ出し、元の世界に変えられるのかってお話。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、不思議な世界観での楽しいマップ。アリスの不思議な世界という不思議な世界に焦点を当てているので、霊源から怪しい森、お屋敷、お菓子ワールド、お城などステージも凝った作りになっているのが伺えます。それに合わせるかのように個性豊かなキャラクターたちも色を添えているというより、全部のキャラクターが可愛いのもポイントが高い。ちょっととぼけているハンプティからかっこいい感じのドドドリ、某アニメを絶対意識しているチェシャ猫とか最高やんってなります。メトロイドバニアという紐付けなのでマッピングによる探索も充実してるんですけど、スキルボードを解放していくことで取り忘れたハートのかけらやクリスタルも表示され安心仕様です。2、モンスターの配置が相当にやらしい。このジャンルでよくあるのがボスが異常に強い、ステージが鬼難しいと両極端か一方に全振りが多いと思うんですけど、アリスエスケープとは中央のバランスと考えてもらっていいです。着目してほしいのが、ステージは難しくないが敵の配置が相当やらしいのが一番のポイントです。ジャンプして進むだけの場所でもパンプキンの攻撃、ノックバック落下や絶妙な花モンスターの位置取りでのトゲ落下ですとかでブチ切れます。そう、こういう位置取りがテンション上がるんよ。簡単なステージに花を添えるかのような邪魔くささがパワーに変えてくるんですよね。特にここの渦解放でウサダちゃんの必殺技をぶちかましながら落下すると最初からやり直しというね、何回もなんでやねんと叫びまくってるゲームは本当に良芸の証。メンタルを鍛えられるのも魅力の一つですね。3、
多彩なマルチエンディングシステム。前提としてアリスに追いついて探し出すという設定なんで、頻繁に時を戻して最初から強くてニューゲームをすることになります。全部のスキル、アイテムを引き継いでのスタートになり、キャラクター同士での会話も2周目3周目で異なってきます。ハートの取り忘れやクリスタの取り忘れも周回ごとに全て同じ位置で復活しているので、過剰バフも安易にかけれます。エンディングは5パターンほどあるので、全部コンプリートするまでね結構周回しますが、エンディング1は絶対に見てほしいので頑張ってほしい。みんなの悩みを解決していくといいことあるかもしれませんね。4、クリア時間は11時間。エンディングをフルコンプしてのクリア時間は11時間ほどでした。Steam での実績解除には40分以内にクリアとかあったので、興味ある方はカジュアルでプレイして目指してみてください。周回要素前提のゲームではありますが、キャラ同士との掛け合いも楽しいというか、全てバトルしようぜってノリも楽しめるのも良かった。以上になります。不思議な世界に迷い込むメトロイドバニアアリスエスケープと。見た目は想像以上に可愛らしいですが、ステージでのモンスターの配置がいやらしい。スキルボードを埋める楽しみから、いきなりワンターンキルぶちかましてくるトランプランス。この機会にぜひ二頭身のミニマムになってアリスを探しに行きませんか？きっとスイッチのリリースっていつやねん、でも大好き待ってますってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。